これから寝ようかと。まさかそんな、脱いでません。カズト様。しかし、私にはいくら時間があっても足りません。私は元来、学などまるでない、無教養な人間です。本当です。私はずっと下級士官としてこの国にお仕えしてきました。孫作様のおそば近くにお仕えすることになったのも、その武勇を認めていただいたからです。決して何か特別な知識があったとか、能力があったというわけではありません。はい。それは民名も同じです。正直、私も未だ、孫作様がなぜ私のようなものを軍師の任に就かせたのか、わかりません。ですが、両毛ならできる、大丈夫と言ってくださったそのお言葉を信じることはできます。その期待に応え、周遊様や白玄様に少しでも近づくためには、もっともっと頑張らなくては。はい。そんな無理など、ご心配には及びません。まだまだ頑張りが足りないと思っているくらいですのに。カズト様？はい、何でしょうか？私の部屋でですか？
ダメだなんて、そんなことはありませんけど。その、私ではなく、和人様が、私などと学んでいても、つまらないのではないかと。和人様。無理というか、そんな、和人様が嫌だなんて、そんなこと。当たり前です。それとこれとは少々違う気が。そんな。はい。明日。おやすみなさい。和人様。そんないつの間に。びっくりしました。それは失礼しました。すみません。ありがとうございます。
でもご心配には及びません。いいえ、悪しき心を持ったものであれば、どんなに気配を消して近づいてきても、私は必ず気がつきます。カズト様に入室を許してしまったのは、あなた様にかけらも悪意がないからです。違いますか？何も？私はそのようなつもりで言ったのでは。もうカズト様。はい。心配してくださって嬉しいです。私は幼い頃からずっと戦場で生きてきましたので、このように女として扱ってもらったことなど記憶にありません。カズト様が初めてです。カズト様？私、何か変なことを言ったでしょうか？何がですか？私は何も。椅子がどうかしましたか？あ、よくお気づきになりましたね。それはよかったです。もちろんです。はい。カズト様。そんなに焦らなくても大丈夫です。ここなのですけど。
ありません。元気です。本当ですよ。ほら。でもそんな、和人様？これは。いいえ、そういうわけでは。昨日もお話ししましたけど、私は幼い頃から戦場で育ちましたので、こういった甘い菓子の類にはあまり縁がないのです。はい、本来砂糖は高級品ですし。はい。なんだかドキドキします。そうなのですか？はあ、勉強になります。しかし、ごまが甘いというのがどうにも変な感じがして、なかなか勇気が出ないです。すみません。しかし、これだと、和人様と。大丈夫です。いただきます。おいしい。はい、とてもおいしいです。香ばしくってもちもちしてて甘くって、こんなおいしいもの私初めてです。でも和人様の分は？はい、ありがとうございます。